はい、こんにちは、ザオダのしめです。今回ですね、5月にリニューアルされます、こちら、アルティストを解説していきたいと思います。こちら、新しくリニューアルして、色番が増えたりとか、処方が変わって、さらに発色綺麗に傷みにくく、綺麗な染まり上がりになるっていうので、今回はこのアルティストの方をですね、実際に毛束で検証して、どんな感じの色味になって何が良くなったのか、何が変わったのっていうのの成分のところがこんな感じにいろんなこのアルティストの強みっていうのがあるんですけど、今回変わったのがこれすごいなと思うんですけど、熱によるタンパク質の変性を抑えてくれる。そう、体でもタンパク変性ってするみたいで、そのタンパク変性を抑えてくれるっていうのがこのアルティストで新しく増えたところになります。で、さらに、カラーリングによる毛髪の過防潤を抑制して、タンパク質の流出を防ぐ。傷みにくくなりましたよっていう風に、発色とか綺麗に染まるだけじゃなくて、ダメージを抑えてくれるっていうところがアップデートして使いやすくなりました。はい。ただ、処方だけじゃなくて、実際に色の染まり上がりとかも、どんな感じに染まって、どんな綺麗さなのっていうのも、やっぱり重要なところだと思うんで、そこの部分も実際に毛束で染めて検証していきたいと思います。使う毛束は18面度の毛束ですね。で、今回検証したのは全て9レベルと、ピュアラインのシェードは、そのまま単品のものを 6% 当倍で検証しています。こちら新色の3種類ですね。アースベージュ、シアーパール、パッションオレンジを検証しています。時間が短い10分放置から、しっかり置いた20分放置。どれくらいの濃さで染まっているかっていうのをチェックしています。こちらが、ベージュのラインですね。TG、CB、略語の方ですが CG といった、ブラウン系のものですね。基本的には全ての毛束はこのようにアイロンをしっかり140度で通して熱で色飛びをしないかを検証しています。やはりカラー剤のメーカーによってはやっぱり色が薄くなってしまったりするので、カラー剤の熱耐性も見ています。こちらが色のみのラインですね。ブルーからピンク、グリーン系までしっかりと濃く染まっているのがわかると思います。で、こちら最後に検証したのがピュアシェードという色味のコントロールカラーラインですね。こちらも染まり途中の色、淡い色も表現できますし、クリアなので活用すればしっかりと時間を置いた状態が20分放置でこちらになるんですが、このようにしっかり濃いめの色も作れます。薄めの色から濃いめの色までクリア剤を活用するといろんな色の表現ができるのがポイントだと思います。あんな感じに染めてみましたが、実際に色番の品番はこんな感じになっています。はい。パッションオレンジ、シアーパール、アースベージュっていうのが、もともと近い色が旧アルティストにもあったんですけど、リニューアルしてさらに新色になって出たっていう感じで、結構色のラインナップは幅が広くなって、結構何でも作れるよっていう感じになってます。まあコントロールカラーもあるんで、基本的には全色網羅してる感じで幅広いです。で、まあ色のサイズもしっかり出てるんで、まあブリーチオンカラーとかにも使える感じなんです。実際に染めた毛束、先ほどの毛束ですね。こんな感じになってます。はい。ブラウン系の、こちら4色とグリーンですね。やっぱ透明感があってすごい綺麗です。で、こちらがコントロールカラーですね。やっぱりカラーミューズとか開発して作ってるだけあって、発色の透明感とクリアな感じはカラー剤でも健在です。すごい綺麗だなっていう感じになってます。で、こちらが、ベーシックトーンの方の色味のラインになってます。はい。こんな感じすごい綺麗ですよね。普通に白い照明で当てていますが、発色綺麗です。はい。ここから僕が特に気になって、これすごい使いやすいよねっていう色を解説していきたいと思います。僕が全体の今回9レベルを 6% で、18レベルの毛束で染めたんですけど、まあ先ほど見せたみたいにこんな感じになってます。僕まず総合のアルティストの評価として、こんなカラー剤だなって思ったのが、発色がクリアで透明感重視で作られてる色だな。なおかつサイドもしっかり作られてるなっていう感じがしました。色の濁りが全然ないんですよね。発色が本当にクリア。鮮やかでビビッドな色なんだけど、でもなんか変に強すぎなくて、透明感でちょうどいいサイド。で、変にカラー混ぜてなくて濁りが全然ないので、まあ混ぜたりとかしても使いやすいんですけど、まあそのまま単品で使ってもすごい色味を楽しめるようなカラーになってます。で、僕が、この中でもいいなって思ったらやっぱ新色系を今回説明していこうかと思うんですけど、パッションオレンジ9レベルですね。はい。高サイドなんだけど嫌な濃さじゃない感じの色味になってます。なんかオレンジってこう濃くすると赤オレンジっぽくなったりとか、
こうちょっとなんだろう、濁ったりとか深みが出すぎちゃったりとかってなりやすいんですけど、今って結構クリアなオレンジが求められると思うんです。ってなってくると塩基性を活用して染めたりするようなカラーの選定をされる美容師さん多いと思うんですけど、このバッションオレンジっていうのは結構単品でもなんか塩基性まではいかないんだけど、カラー剤よりもサイドが出てクリアっていう感じで、すごい今時なオレンジを作ってるなと思いました。で、次にこの新色、シアーパールですね。はい。こうラベンダー系の色なんだけど、これも濃すぎてちょっとやりすぎた色じゃなくて、これ一本でもおしゃれ系のラベンダーの色が表現できて、程よい色味だなっていう感じです。既存色でブルー系の色あるんですけど、それをこうなんだろうな、紫寄りにして柔らかくした色っていう風になってます。これもやっぱり濃すぎちゃったりとか、ビビッとすぎちゃうと結構単品で使えないじゃないってことで、選定で調整しないといけないんですけど、結構単品で使ってもこれだけでも全然綺麗だよねっていう感じに染まってます。次、もう一個の新色、アースベージュ解説していきたいと思います。アースベージュこちらですね。はい。ブロンドなんだけど、ちょっとグレージュ感で、程よい黄身が残った感じの色っていう風に設定しています。やっぱりこのブロンド系の色って、日本人の髪に対して嫌な黄身は残したくないんだけど、でも黄色っぽいブロンドの中で作りたいっていう感じの絶妙な色なんですよ。で、補色が多いカラー剤のメーカーとかだとちょっと紫寄りになっちゃったりとか、ちょっとグレー寄りになっちゃったりとか、ブロンドに日本人の髪を染めるオンカラーって結構カラー剤ちゃんと選んであげないといけないですね。で、これは黄色っぽすぎもしないし、だけどこのグレージュ感は程よい。日本人に合ったブロンドに染めてくれるっていう絶妙な調整になってます。これ結構やっぱり難しいんですよ。薄すぎて黄色強すぎるとやっぱ昔の言い方だとこうなんだろう、ちょっとやんちゃな人みたいな感じになっちゃうのが、でもグレーすぎちゃうとちょっとなんだろう、ブロンド感はなくなっちゃう。で、外国人風のブロンドを表現したい時にやっぱりこれぐらいのくすみ感っていうのはすごいちょうどいいかなって思います。はい。処方的にもやっぱ全体のなんだろう、さらっとしてて、18メートルも結構明るい毛玉に染めたんですけど、全然クリアな感じに染まったのも高評価です。次におすすめなのがこのコントロールカラーみたいなラインのベアシェードっていうやつですね。これ染めてる時の放置の色をこうのせてたんですけど、染めてる時にこう薄い水色とかもすごい作りやすいブルーとかシアンとかで、こう濃いめもいけるんだけど、クリア剤とかを活用して濃さを調節してあげれば薄い色もすごい作れるよっていうところがポイントかなと思います。すごいサイドしっかり全5色してるんですけど、塩基性までいくとちょっとやりすぎたよねっていう時にクリアで濁りがないこのペアシェードを使ってあげると、塩基性までいかないけどものすごい鮮やかで柔らかい色から濃いめの色まで表現できるっていうのがポイント高いと思います。で、途中の動画で多分熱耐性の検証ガンガン通したと思うんですけど、全色熱には結構強いです。140度のアイロンで動画みたいにガンガンって通したんですけど、全く色飛びはしてない状態です。この熱に強いってやっぱりものすごい重要で、薄めたりとかブリーチオンカラーで使った時にやっぱり質感を良くするためにアイロンを通す方っていうのはお客様でも多いと思うんですよ。固定で巻くとかストレートアイロンを通すとか熱処理をすると。で、熱処理した時にやっぱり処方が熱に弱いとやっぱり薄い色になればなるほどすぐ退色しちゃったとか、波巻きでグッと当てた場所だけ色が薄くなっちゃったっていう風になっちゃうんですよ。で、この熱に強いっていうのをクリアしてるかしてないかってやっぱブリーチオンカラーでものすごい重要。特に寒色、グリーン系、ブルー系、シアン系っていうのはやはり熱で飛びやすい色なので、そこら辺がちゃんとクリアできてるっていうのもポイント高いかなと思います。なので単品でも使えるし、薄めても使えるし、こういったベーシックトーンの過色にも使えるし、ものすごいこのペアシェードは活用の幅が広いなっていう風に感じました。やっぱり濃い色っていうのもメーカーさんのセンスやっぱものすごい出ます。ただ濃きゃいいっていうもんでもないんですよね。濃すぎてもやっぱりそっから調整をしなくちゃいけなくて、単品だと使いづらいっていう色味、品番だとやっぱりなかなかそこには選定の力量が出てくるんですよ。だから単品で程よい濃さでこういったカラーが作られてるっていうのはやっぱりポイントが高いところかなと思います。
なので全体的にこの濃い色もそうですし、コントロールカラーもそうですけど、色のサイドの調整がすごいセンスいいなっていうところは、ポイントで僕評価したいところですね。いかがでしたでしょうか。アルティストを検証していきました。はい。大型リニューアルで前色処方が変わって、さらに既存の色もダメージしにくく発色も綺麗。で、新色は今っぽいカラーのラインナップで、すごい使いやすいかなと思います。今のトレンドを抑えた色をしっかりと作ってくれて、これ一本でいけるよね。なおかつ、下手な調合とか、調整をしなくても、このままですごい綺麗ですよっていう風に、今時の色を網羅した薬剤かなっていうイメージです。はい。なんで、すごい使いやすいと思います。色鮮やかな感じを表現するんで、若い方の、ビビッドな感じから、柔らかい色の表現をしたい色から、一発でしかもブリーチが甘くても、ブリーチしてない状態でもある程度サイドを出してくれるっていうので、やっぱりそういった色味をしっかり出すっていうから、ブリーチをしたから素材にもやっぱ使えるっていうところもやっぱポイント高いし、ブリーチなしで色を表現したいっていう方にも高彩度なカラー剤で作られているので、そこら辺もすごい使いやすいと思います。またよかったら使ってみてください。では今回の検証は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。